第2章、異邦人。いい。癖ってのは抜けねえもんだな。沢城城。沢城の頭、無所にいるはずのあんたがなんでここに？確かに。しかもその罪は清流会の会長殺しだ。そう思い出した海老名にしてみりゃ親の仇ですよね。なのに随分大事に扱われてるみたいじゃないですか。バカのお前でもそのくらいは気づくか、一。人のことをバカだのアホだのよく言い飽きないっすね。癖ってのは抜けねえもんだ。やられたな。それでどういうことなんです？早い話、4年前のあの日、星野会長を手にかけたのは俺じゃなかったんだよ。何？なんでそんなブルブルしてんの？清流会はまだ信用できないからな。なんだ？随分と遅い到着だな。星野も待ちくたびれたってよ。若、これは一体。それはこっちのセリフだ。今までのお前ならもうとっくに片付けてたはずだ。沢城、お前じいさんが狙われてるってわざと情報を漏らしたな。はい。うまくいきゃお前がじいさんを殺す前に一番が止めに来てくれる。そいつを期待してたんだろう。あいにくだったな。だから俺より先に別の殺し屋を送り込んだってことですか？その手柄はお前にくれてやる。清流会の会長を仕留めたとなりゃ無所の中で幅利かせられんだろう。もうとっくに若の信用を失ってたんですね、俺は。沢城、それは違う。最初からそんなもんはなかったんだ。逃げることもできるだろうにな。一番たちが駆けつけたと。なるほどな。星野会長を殺したのは別の殺し屋だったってことか。そしてそんな風に若から切られてもあんたはおとなしくその罪をかぶった。
俺が星野会長を殺しに向かってたのは事実だ。そうならずに済む何か奇跡を期待してたとしてもな。それを私は無実ですってのも白々しいじゃねえか。黙って罪をかぶったのには他にも理由があったんじゃないですか。そうだな。いくらかは罪滅ぼしのつもりだったのかもしれねえ。俺は若が、いや、自分の息子が腐った道に沈んでいくのを見てるだけだった。甘やかし放題甘やかして荒川の親父にまで手をかけさせちまった。俺はそれを止めるどころか後押ししてたわけだからな。沢城の頭は星野会長を殺してなかった。無実なのにその罪をかぶってたってことか。でも確か裁判で無期懲役を食らってたはずだ。それがなんで今ここに立っていられ無所に入る？ってから俺はもう死ぬ日を指折り数えて待つだけだと思ってた。だがそこへ待ったをかけたのがさっきの海老名だ。奴の代理人って弁護士が面会に来た。あなたの無実を証明できる再審請求をさせてくれってな。じゃあ海老名は星野会長がやられた真相を知ってた。殺人犯は別にいたってことも。ああ、切れ者だよあいつは。しかも若くて勢いが。こういうのが厄介だからな。そんな海老名が俺を無所から引っ張り出そうとしてた。その目的が極道の第二次大解散。お前もさっき聞いた通り荒川の親父がやり残した事業だ。となればあんたも無所で腐ってる場合じゃねえってわけか。俺は登場会から近江に寝返って抗争を煽り暴れ放題やってきた。そんな男に頭下げさせりゃ今は無名の海老名にも箔がつく。全国の極道に引導を渡すからには貫禄がいるんだ。海老名にとって俺はそのためのかませ犬だ。随分そんな役回りっすね。今の俺にはおあつらい向きの仕事じゃねえか。無所いるだけでてめえの罪償ったつもりになってるくらいなるな。頭、今夜は海老名に頼んでお前と引き合わせてもらった。だが俺の身の上話をするためじゃねえ。言えた義理じゃねえが一。お前に頼みがある。頼み？なんだ？あんたがこの俺に？それも急ぎでな。引き受けるかどうかは話を聞いてからにさせてもらいますけど。確か職にあぶれたんじゃなかったか。時間はあるはずだ。そうだな。時間だけはある。引き込まれるな。パスポートを。で、沢城の頼みってのが何か分かってもねえのに、言われるがままパスポートを取ってきたと。従順だね。で、ハワイ行くの？そうかもね。何にせよ外国に行かされるような頼みなんだよな。パスポートがいるってことは。詳しい話はこの後頭と平安楼でってことだ。お前一人で危なくねえのかな。あの沢城を信用できんのかよ。あの人が俺をどうこうしようってんならもうとっくにやられてる。それもそうか。確かにな。とにかく行ってくる。実際仕事はねえし時間も有り余ってんだ。今の俺を必要だって言ってくれてんのに無下にするのも悪いしな。平安楼までは俺らもついてってやるよ。暇持て余してんのはお前だけじゃねえんだ。沢城の頭は平安楼だ。俺への頼みってのが何か聞きに行こう。距離もあるしタクシー乗っていくか。ってことはもうすぐハワイなのか。まあまだ長い可能性もあるけどね。行きましょう。タクシーで行きましょう。
どちらまで行かれますか？平安路に近いのはここかな。それでは出発いたします。さあ着きましたよ。お待ちかねか。お前とこんな店で飯食う日が来るとはな。てっきり二人きりだと思ってましたけど。なんで護衛がいる？海老名が俺につけてる護衛だ。無所入る前は方々に敵作ってたからな。今も俺を恨んでる奴がうようよしてるんだとさ。言われた通りパスポート取ってきましたよ。ご苦労さん。それで俺に頼みってのは？ハワイに行ってもらう。そこにお前と会いたがってる人がいるんだ。ハワイに？誰です？お前の母親だよ。はあ？荒川の親父がただ一人愛した女性、茜さんだ。え？いや、でも改めて言っておくが、お前は茜さんと親父の間に生まれた子だ。40年前のあの日、俺はこの目で見てた。コインロッカーで2人の赤ん坊が取り違えられていたのをな。コインロッカーベイビー。これもひどい話だけどね。面影若干あるな。お前は本来親父の子荒川雅人として育てられるはずだった人間だ。それが俺の捨てた赤ん坊に取って代わられた。恨みに思うなら好きなだけ言え。お前にはその資格がある。俺には親父が2人います。ソープランド桃源郷の春日二郎と都政の親荒川真澄。俺にとってはただそれだけです。そうかもな。だが母親についてはどうだ？じゃあその茜さんって人がお前の母ちゃんだ。いやでも茜さんは殺されたって俺は親さんからそう聞いてます。昔親さんが入ってた確か氷川興産って組に追われて。ああ、荒川の親父はそう信じてた。だが真相は違う。ああ、そもそもの発端は氷川興産の組長が自分の娘を荒川の親父にあてがおうとしたことだ。そこまで親父を気に入ってた。組の跡目にするつもりだったのかもな。だがその頃もうとっくに茜さんとできてた親父は恐る恐る組長からの縁談を断った。ええ。するとメンツを潰された組長の怒りは親父の想像をはるかに超えていた。親父のこともお前を腹に抱えた茜さんのこともみんな殺そうとした。ここまでは前におやすさんから聞いたのと同じ氷川興産の組長がむちゃくちゃなクソ野郎だって話だ。そしておやすさんは茜さんを守りきれず追っ手に捕まった彼女は殺された。親父は茜さんが氷川興産に捕まったとは聞いたが死体を見たわけじゃねえ。無事を信じて探し続けた。氷川の組員をしらみつぶしに締め上げてな。だがその頃にはもう茜さん殺しのミッションは組員から外注業者に任されていた。外注業者？プロの殺し屋ってやつだ。もちろん追跡も仕事に含まれる。氷川の組長が手配したんだ。
茜さん一人殺すためにそこまで。ヤクザのメンツを潰すってのはそういうことだ。お前もそんくらいはわかるだろ。メンツで生きてるからな、ヤクザは。だが荒川の親父は彼女を救うためにとうとう氷川興産に乗り込んでった。たった一人でな。若いね。荒川、てめえこの裏切り者が死ね！どこにいようが死ぬのは時間の問題だ。鼻の利く猟犬どもが必ずお前の女を探し出して骨まで食い尽くす。たとえ俺がここで死のうが殺しの依頼は果たされる。殺し屋に任務は中止だと伝えてください。できねえ相談だ。もう遅え。てめえは後戻りできる一線をとっくに越えちまってんだよ。荒川！茜はどこにいる？もう日本を出て向かった先はフィリピンだ。小せえ怪しげな貨物船に潜り込んだんだとさ。何のつてもねえ女が大した金もなく密航だなんてな。そういう時見返りは何だと思う？海にいる間中ずっと体か。船員たちの慰みもんにされるんだ。クソったれが。代わりばんこにな。この野郎！殺し屋に電話しろ。任務は中止だと伝えろ。引かいい顔じゃねえか荒川。俺な、ずっとお前のその顔が見たかったんだよ。痛い。殺し屋に電話するんだ。今頃あの女はどうしてるだろうな。親父は
氷川組長が死ぬまで拷問を続けたそうだ。だが最後の最後で組長は笑い続けてたとさ。狂ってやがる。結局茜さんの居所もつかめずじまいになった。殺し屋を止めたくたって連絡のつけようもない。けどフィリピンに向かったってことは分かったんだ。なら何か手の打ちようがあったんじゃ。もちろん親父はすぐにフィリピンに飛んだし、自分の組を立ち上げた後は子分らにも探させた。だが手がかりはつかめず、そのまま何年も経っちまった。もし茜さんが無事生きてりゃ何か親父に連絡してきたろう。だとしたらつまりもう手遅れなんだろうと誰もが考えていた。口に出さねえまでもな。当時俺たちが親父に持たされた茜さんの写真だ。え？見たことねえだろ。この人が茜さん。どれ？綺麗な人だ。ハワイ生まれで日系の血も入ってるそうだ。じゃあ俺にもその血が。そうなんだろうな。濃いもんな顔。この人がおやっさんの言ってた茜さんなんだな。茜さんが消息を絶って10年も経ったある日、親父に知らせが入った。取引のあったフィリピンマフィアの幹部からだ。ハワイで茜さんらしき人を見たと。何？ってことはフィリピンからいつの間にか故郷に移ってた。ああ、もちろんそっちも前から組で調べちゃいたんだが、茜さんの生まれがハワイのどこそこってとこまでは親父も知らなかったんでな。網に引っかからなかったんだろう。それで確かめに行ったんですね、茜さんのことを。知らせを受けた後すぐに現地へ飛んだ。ただし親父は行かずに俺一人で。なんで？親父が自分で行かなかったのは言葉を選ばずに、いやきっと怖かったんだろう。それまでだって情報が来るたびに希望を打ち砕かれてきた。脈のありそうな時ほどガセだと分かった時のダメージはでかかった。なるほど、確かに。そして俺は茜さんを見つけた。正真正銘本人に間違いなかった。その写真は？無事でいたってことですか？そうだな。平穏に暮らしてた。けどな、それは俺には実に都合の悪い状況だった。なぜ？もし晴れて親父の元に戻れば、茜さんは自分の子供を目にすることになる。コインロッカーの受け渡しに失敗して体に障害を抱えちまった赤ん坊の成長した姿だ。初めは再会できただけで十分だというかもしれない。それでもなんでそんなことになっちまったか原因を突き止めようとするだろう。いずれ親父と茜さんはお互いの記憶を細かく突き合わせていく。するとそれぞれ違うロッカーで赤ん坊を受け渡してたと気づく。二人はその時今まで自分たちのことを信じてきた荒川雅人、若をどう扱う？そりゃ実際どうなるかは誰にもわからない。ただ一つ言えるのは、茜さんが日本へ戻らなきゃ何もかも今まで通り。俺や若が破滅することはねえ。じゃあまさか
頭は茜さんのことを。そうだ。俺は茜さんを殺すつもりだった。なんだと。ああ、でも殺してないんだな。さすがに俺も震えたよ。親父の愛した人を始末するってんだからな。だが彼女の一言のおかげで俺は手を汚さずに済んだ。私は死んだことにしてください。ハワイに茜さんの子供たちが。考えてみりゃ驚くことでもねえ。まあいてもおかしくないな。殺し屋に追われる逃亡生活でずっと親父と連絡を取ることもできずにいた。そんな中で茜さんがどんな人生を選択しようと誰に責められる。俺は彼女の希望通り茜さんは死んでいたと親父に報告した。ハワイで氷川鉱山の死角に殺され死体は始末された後だったってな。親父は黙って俺の報告を受け入れた。茜さん捜索は打ち切られ親父の口から彼女の話を聞くこともなくなった。その後も俺は細々とだが茜さんと連絡を取ってた。ああ、そうなんだ。彼女が妙な里心を犯さねえようなるほど。コントロールする必要があったからな。あんたってやつはどこまでも。けどこの件についちゃ茜さんが言い出したことでもある。あんたの行動が全部間違ってたとは言わねえよ。だが4年前に親父が死んで俺が無所に入ってから状況が変わった。茜さんには包み隠さず全て白状する手紙を送った。俺が親父を裏切ったことも総武育ちの春日一番が茜さんの産んだ子だってことも皮肉な話だ。親父が死んだことでようやく俺も茜さんも自由になることができた。それでな、イチ。茜さんが今になってお前に会いたいと言ってる。なぜ今になって。茜さんが俺に。茜さんのハワイの住所がこいつに書いてある。茜さんからの手紙ですか。封筒だけだ。手紙は俺と茜さんとのやりとりだからな。お前には見せらんねえよ。見せてくれてもいいだろう。まあそうっすね。40過ぎて見たこともねえ母ちゃんに会えって言われてもピンとこねえだろう。でも茜さんももう年だ。思い残すことなく行かせてやんのが息子の務めってもんだろう。そりゃこいつは俺がやるべき罪滅ぼしの一つだ。ハワイ行きのチケットはこっちで用意する。出発は明日の夜だ。あとはお前の気持ち次第だがよ。どうだ、俺のためじゃねえ、茜さんのために一目見たいよな。会いに行っちゃくれねえが、イチ。頭下げたよ。頭頼む。沢城には裏がなさそうだな。あんたが俺に頭下げる日が来るなんて思ってませんでしたよ。わかりました。会いに行きますよ、茜さんに。もし断ったらぶっ殺したとか。怖い怖い。なんか沢城殺されちゃいそうな感じがするね。生きててほしいけどな。よう、無事に出てこられたみてえだな。あれ、もしかして待っててくれたのか？
なんばかずっと心配してたよ。俺も帰りそびれちまった。よく言うぜ。そりゃこっちのセリフで。それより沢城の頼みってのは何だったんだ。それがちょっと込み入った話になっちまってよ。そっか。じゃあサバイバーでも行くか。ああ。だよな。そうするか。はい、サバイバー来ましたよ。入りましょう。そうか。なるほど。荒川は茜さんが生きてたことを知らずじまいだったのか。けどなんかなるべくしてなったって感じもあるよな。茜さんは自分のことを荒川に知らせたくなかったってんだからよ。ああ。茜さんが俺に会おうと思ったのもおやすさんが亡くなったのがきっかけらしい。それでお前はどうするつもりなんだ。行くのかよ、ハワイに。おう。行く。けど別に母ちゃんっつうよりおやすさんが惚れた人に一言挨拶しとくべきかなって、おやすさんの子分としてさ。おう。まあ向こうも生き別れの息子の顔は一目見てえだろう。もういい年だろうしさ。ところでお前海外は初めてなんじゃねえか。おう。そうなんだよ。つっても飛行機のチケットは沢城の頭が用意してくれるし、あとはタクシーにでも乗りゃどうとでもなるかなって。あハワイの観光スポットは大抵日本語通じるらしいしね。へえ、そうなのか。うん。昔から日系の移民が多かったんだ。俺なんかの世代は海外旅行つったらハワイ一択でよ。クイズ番組の商品もハワイ旅行ペアでご招待ってのが多かったもんだ。ふーん、ペアでハワイ旅行ね。さっちゃんと二人で行けたら最高だろうね。来てくれるわけねえだろ。まだ仲直りできてねえのか。去年に送ったメッセージ既読もつかねえんだよ。うへえ、マジか。ああ、何がいけなかったんだろうな。また。よし、この話はもうよそうな。ほらあれだ、お前旅の支度とかあんだろ。おう。ああ、そうそう、旅支度は大事だ。養習も大事だぞ。向こうじゃ白タクに気をつけろとか。多いんだよ、日本人の観光客は平和ボケしてるって見られてるから。ああ。白タクなあ。あとあれだ。なあ。茜さんと会う前によ、荒川の墓に挨拶行っといた方がいいんじゃねえか。それは確かに。な、だろ。わかった。よし、じゃあ明日の朝一で墓参りだ。今夜はもうお開きにしとこうぜ。ほらもうしけた顔すんなよ。墓参り、俺らも付き合うからよ。ありがとうよ。ありがとうよ。墓参りか。なあ。じゃあ行くか。そういや荒川の墓参りは俺初めて行くな。実は俺もだ。ああ。俺もちょっと久しぶりだ。そんじゃタクシー拾うか。墓参りしてハワイ行く前で終わりかな今日は。よ。乗せてくれよ。どちらまで行かれますか。どこだい。あ、墓前があるわ。それでは出発いたします。おやっさん。行ってきます、おやさん。おやさんが愛したっていう茜さんのところへ。荒川、茜さんが生きてることもお前が実の息子だってことも知らずじまいだったんだよな。おやっさんとの血のつながりについちゃ本当のところはわからねえ。つかそこはどうだっていいんだ。おやっさんにとって俺は俺でしかねえし、俺にとってのおやっさんもそうだ。血のつながりがあってもなくても何も変わりやしねえ。だから DNA 鑑定しねえのか。俺だったら正直はっきりさせてえと思うけどな。俺の父親は2人。ここに眠ってる
るおやっさんと誰のことも知れない俺を育ててくれた春日二郎、それだけ分かってりゃ十分なんだい。そうだな。そうか。お前そういうところは頑固だよな。なんだそりゃ。ああ、中におやっさんの位牌が入ってるんだ。おお、そんなもん作ってたのか。茜さんに渡してあげたくてね。もちろん受け取ってくれるならだけどよ。それでお前素直にハワイへ行く気になったのか。かもな。おやっさんも喜んでくれるんじゃねえかと思ってさ。ね、どうすかね、おやっさん。ありがとうな、イチ。きっとそう思ってくれてるよ。表の足立さんたちをあんま待たせちゃ悪いし、空港に行くため駅前のタクシーに向かうか。リュック背負ってる。ハワイ行くのにバックパッカーすぎるだろこれ。ナンシーちゃん。どうしたナンシー。いたんだ。こいつは俺の相棒でザリガニのナンシー。前にいろいろあってホームレスに食われそうになってるのを助けて以来、俺と一緒にいる。難波が悪ふざけて土鍋に入れたらすっかり気に入ったらしく、今はそこがナンシーの家になっている。そうだ、ハワイに行くならナンシーを誰かに預けないとな。でも誰か世話してくれる人か。足立さんとかに頼んで。嫌だ。嫌なのか。でも俺のハワイ行きが長引いたらナンシー干上がるかもしれねえし。選べるの？留守番か連れて行くか？連れて行くでしょ。たく、分かったよ。相棒だもんな。おめえも一緒にハワイ行くか？よしよし。喜んでる？感情表現豊かだな、ナンシーちゃん。騒がないでいい子にしててくれよ、ナンシー。肩に乗せてる。オリビアとはハワイで出会うのかな。ラジオも聞けるんだね、ここでね。足が軽いぞ。いいじゃないですか、行きましょう。いよいよハワイか。お？変態いる。その腰の動きやめろ。もう一度目指すぞ、スジモンマスター。ここでスジモンか。なんだこいつ。変質者だな。この町はこういうイカれたやつもたくさんいる。忘れたのか。とはいえヤバすぎんだろこれ。そうだったね。よっしゃ、やるぞ。おじさん3人に向かって見せてもしょうがねえだろ。警察何やってんだよ。とりあえず倒すんだね。お歳暮渡すんだっけ？まったく何が楽しいんだこいつ。相変わらずどん底の町だな、ここは。終わってるよ。ほう、コウモリ男か。出た。変わらず筋門登録に励んでくれているようだな。励んでない、励んでない。感謝するぞ。お？久しぶりだな。顔怖えよ。あんたは仇じゃねえだろおめえも。誰だっけ？図工じゃねえのよ。俺だよ俺、ドクター森笠、通称筋門博士だよ。顔とキャラのギャップよ。冗談だよ、覚えてるって。久しぶりだな、筋門博士。筋門博士？春日の知り合いか。足立さんも会ったことあるだろう。一緒に雑居ビルに入ってる筋門センターへ行ったじゃねえか。全然覚えてねえ。可愛いことの思い出なら忘れない自信があるんだがな。あっそう。まあいいや。
この人は筋門博士っていう筋門の研究をしてる怪しい人だい。怪しさしかない。俺はこの博士から筋門のデータを集める協力を依頼されていたんだ。傷もえぐいな。その通り。ちなみに筋門とはその筋のものという意味だ。筋のもの、筋門、筋門。うるせえよ。ま、要は危険な人間のことだな。お前もな。これは下手に絡んだらボコボコにされるような危険な人間を筋門と呼んでるんだ。なんだか語呂もいいしな。語呂はいい、確かに。全てはこの世界の平和のために。いいように言うな。平和？この世界、特にこの偉人町は危険な人間が山ほどいる。チンピラから変質者まで山ほどな。だから俺はデータを集めて誰が危ないのかをしっかり定義することで一般人が危険な目に遭う確率を減らしたいと思っているのさ。それで危険に巻き込まれやすい春日がデータ収集を手伝わせる人材としてもってこいだったってことか。ああ、なんだか思い出してきたぜ。それで春日、筋門データ収集は相変わらず続けてくれているのか？で、すっかり忘れていたよ。怪しいな。俺がインストールしたアプリまだあるんだろうな。スマホ貸してみろ。やめろその取り方。ちょっとおい、お前俺の筋門図鑑アプリアンインストールしてるじゃねえか。こいつ人生楽しそうだな。いらないかなと思って。いらないかなと思ってじゃない。もう一回入れさせてもらうからな。勝手にインストールしやがってよ。筋門ね、わかりました。敗北したり逃げてしまった場合は登録されないと。めんどくせえな。頼むよ。この町の平和のためなんだからな。減ってねえのよ。でも俺もうすぐハワイに行くんだよ。海外でもこのアプリ使えるのか？ああ、使えるがお前ハワイ行くのか？なんでまたバケーションか？いや、ちょっとやることがあってな。ハワイって言ったら筋門のメッカと言われてる場所だぞ。そうなんか。え？そう聖地？おお最高の南国リゾートだが裏には野蛮なやつも多い。日本にはいないような種類の筋門が山ほどいるはずだ。ハワイに怒られろ。それに筋門たちを使ったとある大会も開催されている。すげえな。とある大会？さすがメッカ。まあ、それはいつか時が来たら話すよ。今言えよ。とにかくハワイでも筋門データ収集をよろしく頼むぞ。目指すぞ筋門マスターアゲイン。やかましいわ。わかったよ。それじゃあな博士。しっかり集めてはいくけどね。まさかハワイに行くとは。これはあの因縁を晴らす最後のチャンスかもしれん。どういうこと？いるのか、ハワイにも博士が別の。ここに看板ほら映ってるよね。8にも登場してましたね。皆さんお綺麗で素晴らしいです。行きましょう。ああ、そうそう、筋門図鑑見てみようか。強制的に入れられたアプリね。チンピラ。ちょっと待って、モーション再生いるかこれ。音声再生。まあいるか。いるな。うん。コレクター心くすぐるな、これな。いるわ。でもってめちゃくちゃ数いるな。317。筋門図鑑コンプリートは目指したいですね、クリアまでに。向かいましょう。さて、ここのタクシーだな。これだな。よう、一番。お前身軽すぎねえか。そうなのよ。日帰り温泉に行くんじゃねえんだぞ。そうなんだよな。向こうで何泊かするんだろう。着替えとか持ってんのか？足りなくなったら向こうで買うよ。荷物が多いのは苦手でさ。でも不安じゃねえのかよ。しかし
ホームレスだった俺らが着替えの心配か。確かに。確かに偉くなったもんだ。お前も気分転換にはいい機会かもしれん。なるべくゆっくりしてこいよ。土産はマカデミアナッツ以外な。ね。ありがとな、アデッサ。ナンバ。いつ合流するんだろうね。そんじゃ行ってくるわ。気をつけていけよ。仲間から離脱した。ここは体験版で見たな、ちょっと。ハワイの日差しかあ、やっぱハワイの日の出は一味違うな。ハワイ行ってみたいよね、本当に。On behalf of all of our crew, thank you for choosing to fly with us today. We hope to see you again soon. 早く降りろよ。あ、いたたた。すみません。大丈夫ですか？彼も謎だよね。すいません。ちょっと失礼します。ちょっといいかい？はい。こういう時は遠慮しねえでズボンのベルトを持つといいんだ。相撲の回しみたいに掴んで。ほら。助かりました、お客様。ありがとうございます。いや、出過ぎた真似しちまったな。ご親切にありがとうございます。慣れていらっしゃるんですね。まあ昔車椅子のダチがいたもんだよ。ああ、それでですか。あんたは観光かい？そうですね。ええ。そっか。お互い楽しめるといいな。じゃそちらこそ。ボンボヤージュ。ボンボヤージュ。ボンボヤ？ボンボヤージュ。良い旅をって意味です。おう。ボンボヤージュ。爽やかだな。アロハ。満喫しようぜ、ハワイ。ハワイに来るまでが思ったより早かったな。どうせなら日本語のわかるタクシーがいいよな。だいたい通じるんじゃねえか？春日の所持金がドルに両替された以降、所持金は1ドル100円のレート。わかりました。ここまでだ。そうだ、ここまでだ。それではまた次の動画でお会いしましょう。じゃあな。